皆さんこんにちは。私は劉健基と申します。日中文化交渉史を専門にしております。北京の大学から日文圏に移って早く22年が経ちました。でこの間私は日文圏においていろんな課題といいましょうか、研究にチャレンジしてきました。で中でも外地、つまり日本にとって外地とは何だったのかということを中心にいろいろ調査研究してきました。中でもこの上海と満州について、特に焦点を絞っていろいろその意味を問い続けてきました。上海に関してはやはり近代日本にとって上海はどういう存在だったのか、どういう意味を持っていたのかということと、で満州も同じで日本にとって満州とはどういう意味を持っていたのかというのをずっと問い直し続けてきました。でその成果としてはここに「魔と上海」という本ともう一つはアジア遊学の特集である、けれどもその日中から見る旧満州、という単行本やこういう雑誌特集に反映させて、いました。その後さらにこの問題意識を拡大しまして、今度は日本にとって中国とはどういう存在だったのか、また逆に中国にとって日本とはどういう意味を持っていたのかということをずっと探求してきたわけです。で今私は仲間と一緒に近代東アジアの文化史の再構築を進めておりますけれども、その意図といいましょうか、つまり以上のような問題意識から来ております。世間一般でもそうなんですけども、やはり日中のことになりますとどうしても戦ってきた経緯を強調するわけですね。争ってきた戦ってきた、そういうことを強調して、その両国の関係を考える。で私は若干それと違って戦ったのも事実なんですが、むしろ両者がいかに支え合ってきたということについてずっと調査研究してきました。つまり政治や経済あるいは軍事的な側面から見るといろいろ両者が争ってきたわけですけれども、文化の面で言うとむしろ両者が非常に緊密に連動してお互いに助け合ってきた部分があるというふうに考えています。古代のことはさておき近代に入りますと、特にこの西洋近代を一緒に受容したという経緯があります。つまり日中、韓国ベトナムも入れてこの東アジア全体が実は一緒に西洋近代の文明や文化を受け入れた受容したという事実があります。私はこの現象を西洋受容の共同体、文化共同体というふうに呼んでおりますけれども、それをまず日中関係のもう一つの側面としてやっぱり追求すべきだというふうに考えております。例えばですけれども、我々が日常的に使っている概念、概念というのが思考上物事を考える上で非常に大事なものですので、これはやはりまずそこから入らないといけないと思いました。で概念で言いますと、実はまずは中国で外国人の宣教師たちがそれを作って、その素形の部分を作って、でその概念の一部が日本に伝わってきて、今度は日本人が特に明治期の知識人たちがそれを改造したり修正したり、今度はいわゆる
二次熟語というものに定着させます。でこの二次熟語ですけれども、今度は日清戦争の後全部中国に逆輸入されます。でそうすると今中国で使われているその概念、例えば社会とか哲学とか文学芸術、あるいは美術、その他もろもろの概念なんですけれども、全部日本から伝わってきたものです。つまり中国から日本に伝わってきて、で加工されて再度中国に戻っていく、こういう現象が見られます。でもう一つは文学なんです。で概念は言葉なんですけれども、文学になりますと一つのジャンルになります。このジャンルもそうなんですね。中国ではもともと小説があんまり大事にされませんでした。というのは漢詩漢文の詩文がやっぱり上位にあって、小説が下位にあるもんですね。しかし日清戦争後、中国の亡命者たちあるいは留学生たちが日本にやってきて、そういう日本の政治小説などを目にします。でこれぞやっぱ文学だというふうに彼らが認識を改めるわけですね。で今度はその小説がむしろ我々のその精神を表現する上で一番適切なジャンルだと、分野だと。で今度は小説を上に持ってくる。で詩文がその下に置くというようなことを彼らが唱え始めます。となりますと、つまり日本でその中国の文学の中身が逆転されるわけですね。でこの一例で見てもやはり日本のこの力を借りないとなかなか中国の中でその両者の関係が整理できなかった。特に近代においては、この文学のスタートというのは非常に大事で、実はここから始まったというふうに私は考えています。でもう一つ美術なんかもそうなんですよね。明治初期は中国の文人画を習うためにたくさんの日本人の画家たちがその中国に渡っていきます。それでそこで勉強したそのいろんな画法を日本に持ち帰ってくるわけですけれども、今度は明治期になるとその逆転現象が生じます。つまり今度は中国人がたくさん日本にやってきまして、西洋画やあるいは日本画を習うようになります。でそれを彼らが中国に持ち帰って、でその技法を中国に広めていくわけですね。でここで実は中国の近代絵画の始まりのきっかけの一つでもあるわけです。でもう一つこれは大正時代になりますと、実は今度は日本の洋画家たちがもう大成しまして、今度はいわば教習を求めるために中国に渡っていきます。で中国の風景を描いたりあるいはスケッチするようなことをやります。でこれは戦争の時期になりますと、つまり戦時中になりますと、今度は従軍学科という形でもうたくさんの画家たちが中国に渡って、でもちろん戦争画も描くけれども、一方その中国の風景をたくさん描きます。でこれは中国にとって非常に大事なわけです。なぜかというと、戦争等で中国人がなかなか中国の風景描けなかった。でも日本人の画家がそれを書き残しているわけですね。それを見るとやっぱりここもお互いに補完的な形で文化の事業を展開しているというふうに理解できるかと思います。でこのように日中の関係を検証しますと、政治経済あるいは軍事的には対立したけれども、文化的には本当にこれ融合しているようにさえ見えるわけです。でこの日中の文化関係を私はこの日中200年支え合う近代という本に10年前ですけれどもまとめました。
でここで200年、日中200年というふうに題名をつけましたけれども、なぜ200年かって言いますと、これは実は東アジアの近代、特に日中の近代は私は200年前から始まったというふうに理解しております。つまり1810年代、中国の広州、広い方の広州ですね、そこに実は資本主義の今でいうと市場経済、個人貿易による市場経済が入ってきます。これは非常に大事なことで、その後、中国の上海、それで日本の長崎、横浜に、そういうのが伝わってきます。で、一方もう一つの要素としてはプロテスタントの宣教師たちがそこで西洋の文化を伝播するって言いましょうか、広めるようになります。でこの宣教師たちの伝えた文化も実はその後上海、長崎、それで横浜にやってくるわけですね。となりますと日本やあるいは中国の近代の始まりっていうのはアヘン戦争でも明治維新でもなく、むしろ遡ってもう1810年代にすでに始まっているわけですね。でそこから実は今日まで数えるとちょうど200年ぐらいになります。で私はこういうふうにやはり政治経済のことも大事なんですけども、やはり文化的な側面から日中関係を捉え直すと全く違うその要素が見えてくるというふうに考えております。そういう意味で今ちょうど仲間と一緒にこの共同研究会を進めているけれども、これもやはり東アジアの全体をもう一度捉え直すという目的で今やっております。この共同研究会なんですけどもまだ今3年目でこれからもしばらく続けていくわけですけれども、まだまだ解決すべき課題がたくさんありまして、今後も一つ一つそれを検証していきたいと思います。そういう意味ではこれをご覧になる先生方やあるいは一般の市民の方にぜひいろいろご指導いただけますようどうぞよろしくお願い申し上げます。